切れ味はね、いいです。いいですよ。グラインドもね、良くなってきてるとか、それちょっとわかんないですけど、このモデルは、いいですよ。良くなってるというかね、私たくさん見てるわけじゃないんでわからないんですけど、切れますね。悪くない、全然。いいと思います。バリッバリのそのカミソリ刃ではないんですけど、まあ刃が立つと、それ相応にその薄い刃をつけると強靭さも失われるんで、その辺はね、バランスなんですけど、いいと思います。スーッとね、こう切れるところ切れるんでいいですよ。で、こっちのね、スエッジの方、こっちに関しては、まあこれはね、切れる刃ではないです。ね、切るための刃ではない。まあこういうね、一つ用というか、そういうことに特化ね、するためにこうね、設けられてるっていう意味合いもあるんで、切れ味はね、いいですよ。いいと思います。この辺のね、グラインドが良くなっているんですよね、すごく。まかりさんナイフ。で、デザインも洗練されてきてというか、良くなってると思うんですよね。で、このシーアリゲーターはかなりね、新しめのナイフということで、完成度が高いですよね。いいと思います。このグラインドもこの辺のね、カーブとかもね、こう比較してみたらね、綺麗だったんですよね。グッとね、こう、緩やかにこう入っていくのと、あとこう削りのね跡みたいのがねこうねなくなってて、滑らかなねこの表面というかね肌の感じで、なおかつこの厚みのあるねブレードでしっかりとしたね安心感があるといった感じですね。ブレードファンの皆様、こんにちは。ちょっと久しぶりのブレードの紹介なんですが、今日はねこちらのものです。届いたばかり、今日の朝ね、届いたんですよね。年を明けて、そうですね、まだそんなにね、豆の動画しかやってないんで、久々にこちらのね、ナイフの紹介ということでやっていきたいと思います。早速早めに使いたいので、開封レビュー早々に済ませて、ちょっと出かけたいなと思ってる節があるんで、出かけると言っても、梱包開けるとこんな感じで、こういう、なんていうのかな。こう久しぶりに見たのはこのちくわじゃないんですけど、こういうね、ふ菓子みたいなのってよくわかりませんが。今日はね、2つあるんですよね、ナイフがね。内容物はこのぐらいですね。いきましょう。1本目はね、まかりナイブスさんのナイフです。このスモックね、すごい気に入ってるんですよね。使いやすいからね、こういう、箱開けたりとか。このね、迷彩柄のシースがね、特徴的。いや、いいですね。開封、パッとするとね、やっぱりこういうね、ワクワク感というか、そういうのがね、いいですね。シースはね、自衛隊迷彩。まかりさんのナイフ、紹介してるクナイっていうナイフと、あともう一本あるんですけどですね、早速開けましょう。いいですね。画像でこう見て、自分のイメージよりもちょっと一回り小さかったかなって感じですね。けどいいです。すごくね。6ミリ厚なんですよね。だから厚いでしょ、刃の厚みが。で、上の方にスエッジ刃がついてて、シーアリゲーターっていうね、ナイフです。かっこいいですね。そうですね。で、ちょっとシースの感じとかも最初言っとこうかな。悪くはないんですけどね。私はね、抜くときに、ここにね、親指を当てて、こういけるんですよ。順手でいく場合ね。こうやってこういう風に抜きやすいんですけど、あとはここ、こっちよりこっちの方ね、当てれるんで、キックナイフのシースなどはこうなってることが多くて、
同世代これも出てもらいましょう。同じようなね、似てるナイフということで、似てるっていうか、カテゴリー的に。これマイクロテックのナイフなんですけど、ソーコムアルファだったかな、そういうナイフなんですけど、これに関しても、ここにね、こう親指をこう当てれるように、こういう部分を作ってあって、こういう風にね、順手でいく場合は、こういう風にね、いけるんですよね。同じくキックナイフの J か。J っていうナイフです。モデル J。これも、ここにね、若干ここで細身になってるんですけど、こういう風にね、順手でいく場合はね、逆手ではこうやってもう、パッと抜けるように。私、これ逆手でね、こう、つけれるように、こっちのね、アタッチメントこっち側につけてるんですけど、これに関しては。で、カミラミスってね、言ってたんですよ。思い出しちゃったな。最初のね、これの紹介の動画で、カラミスね、カミラスなんですよね。でこれに関しては、マカリさんのナイフと似てる感じ。要は、当てるところはちょっとね、これもここでいけるはいけるんだけど、比較的抜きやすくはない。ただ、私、これ逆手でこうやってね、パッとこう行くんで、要は逆手で行くっていうのは、順手でこうやって抜くんじゃなくて、逆手でこうつけれるようにっていうか、こっち側にね、ベルドルブ通してて、こうやって、こういう風にね、抜くんで、それに関しては別にこうね、押さえはいらないというか、こういうクッとね、こう、上に上げるこの初動の速さ、動作ね、これでこう抜けるもんですから、これに関しては作ってはないんですよね。だから、言いたいのは、こう、順手でいくときに、こう、親指をこう当てて、これに関しては、こうでね、ここがね、タフビロンのこの角に指のところはこうね、食い込んでいって、ちょっと痛いんで、これで押さえる。こうやってこう押してあげるのはちょっと難しい。なので、ここかな、みたいなだけで、こうなるんでしょうね。けど、腰にこう当ててこうしてるから、勢いでこう抜いてっていうことになるのかな。それは使い方にはよるんですけど、私がもう一本ね、マカリさんのナイフ所有してるものの、これシース自分がね、ちょっとね、いじってあるもので、ここなんですよね、いじってるっていうのは。ここ。ね。ここを、要はこうやってナイフをね、こういう風に、こうやって抜きやすいようにしてるんですよ。順手の場合ね。逆手の場合はこうやって、こう勢いでいけるんですけど、順手抜きに、つけてみればわかるんですけど、腰とかね。こうやって引き抜く時っていうのは、こっちのがね、抜きやすいんですけど、こういう風に、順手の場合は、どうしてもこう親指のこう助けみたいなのがあった方が、こうやって行きやすいのでね、私はここにね、ちょっと曲げを作ってるんですよね。だから、これに関しても、そういう風にね、作ってあげようかなとは思ってます。こっちのナイフに関しては、少しここがね、こう延長されてたというか、長かったんですよね。こういう風にね、こう見た目なのがカットされてるので、これに関してはちょっとね、一工夫してあげようかなとね、思っております。マカリさんがね、見て、くださってたならね、お分かりいただけるかなと思うんで、こんなに仕上がってっていう風にね、言われるかもしれないんですけど、すいません。ちょっとね、使いやすいようにさせていただいております。で、こっちの方も、ちょっと自分のね、使いやすいように、させていただこうかと思っております。お許しください。そうだな。だからこういうね、タクティカルなナイフなんで、逆手で、こうやってね、右腰にね、こう、つけた状態で、アタッチメントは、こういうね、アタッチメントに、ドット、なんとかっていうのかな。ドットアタッチメントっていうのかな。こういうのをちょっとすげ替えてやって、やろうかなと思ってるのと、あと、これをね、こうやって、逆手でこうできるんで、こっちにね、つけてやろうと思ってます。そしたら、こうやってね。で、少しね、抜きやすいように、考えてあげようかなと思ってるんですよね。若干硬めなんですけど。けどね、入れた時のガタつきなどはね、なくて、しっかりナイフをね、こう保持してて、いい感じです。ピシッとね、成形されてて、いいですよ。で、この自衛隊のね、これ慣れてきたらね、かっこよく見えちゃうんですよね。時間がもったいないんで。で、先ほどお見せした私が持ってる CQB 近接用の、タクティカルナイフの紹介なんですけど、こういうね、
まあこの2つ、まあ西洋のね、ナイフなんですけど、で、こっちのね、日本は日本のナイフということで、同じようなこの位置づけのね、タクティカルナイフということで、サイズ感的には全てね、同じようなね、サイズになっていると思います。今回のこのね、シーアリゲーターの特徴なんですけど、ハンドルがね、こんな風にね、しっかりね、太いんですよ。いいでしょう。お尻の方にね、こういうね、バットできるね、こういう風に、こう、ガラスブレーカーとかね、いいですよね。で、ループが設けられてて、ちょっと懸念してたので、ハンドルがね、もう、まあけど悪くはないんですよね。私少しね、手のサイズがね、大きめっちゃ大きめなんですよね。で、もう一本のマカリさんのやつっていうのは、若干ね、ハンドル、ここのね、ハンドルがね、少し長めなんで、それはもうビシッと私のね、手にはまるんですけど、これもね、悪くはない。だけども、まあもうワンサイズ、まあ少し大きくてもいいかなぐらいなんですけど、汎用的なね、これ汎用品なんで、日本人そんなにね、手の大きい人、これでね、全然いいと思います。自分もしっくりこれ着ますし、全然問題はないです。ただ、ただですよ。かなりね、手のごつい人、中にはいるじゃないですか。まあ、お相撲さんとかいないんですけど、レスラーとかね、ラグビー選手とか、まあ、そのぐらいのその、大柄のね、もう XL サイズとか XXL サイズとかね、で、特別手も大きい人だったら、かなり窮屈かもしれないっていう感じかな。私は、体格もそうそう、まあ、普通なんですけど、手の方はね、こんな感じでね、まあ、いつも言ってるんですけど、指がちょっと長めの感じでね、あるんで、それ、まあ、そんな感じたんですけど、ハンドルね、こうやってね、かなり厚めなんですよ。他のモデルっていうと、こんな感じね。こんな感じ。ね、比較するとね。いきましょうか。こうしたら分かりやすいかな。こうしたら分かりやすいと思います。キクさんのナイフが一番薄い。で、これとこっちとこっちとね、カミラスとマイクロテックは同じぐらいかな。で、一番厚いと思われるこれがね、今回。ピットブルっていうマカリさんのナイフのモデルがあるんですけど、そのハンドルがね、スケールこのぐらいの厚めで作られてて、それが元になってるみたい。で、シーアリゲーターっていうモデルね、に関してちょっと話していくと、最初の方は、モデルアップされていなかったモデルだと思うんですよ。で、比較的最近モデルアップされたんじゃないかなと思って。まあ、ちょこちょこはね、マカリさんとこナイフね、見てて、で、新しくモデルアップされてたんで、これ比較的に新しいね、ナイフだと思うんですよね。このね、ナイフのね、ブレードの仕上げもちょっとね、マカリさん変えてるんですよね。このバッテンね、この模様はマカリさんこうやってずっとね、入れられてるんですよね。おそらく、まあ、これ言及していいのかちょっとわかんない。東城のね、想像ということで。ブルーイング、私もまあブルーイング趣味でね、ちょこちょこやるんですけど、確かブルーイングでやられてるようなね、この黒いね、模様は。違ってるかもしれないです。このバッテンはそのマジックか何かでこうやってね、入れられてるのかなと思うんですけど、これもかっこいいんですけど、このなんていうの、この雲がかったような感じ。これがね、当初のね、ナイフね、前なかったんですけど、こんな感じでモヤモヤっとした感じ。なんかかっこいいなと思いますね。で、つまりと私のね、ちょっと想像というか、まあ、空想というか、ちょっと違うんですけど、マカリさんのね、ナイフがね、すごくね、いい意味で尖ってきてる感じに私は感じますね。で、このシーアリゲーターに関しては、デザインも洗練されてて、いいなと思いますね。このね、サイズ感っていうか、もう一回りね、大きくても面白いなっていうか、このね、感じ、かっこいいかなとは思うんですけど、まあこれはこの他のね、ナイフと同じタクティカルのカテゴリーなんで、枠からね、出ないんですよね。かっこいいと思います。で、このデザインがあるんで、もうワンサイズね、大きくても、大きいモデルがあってもね、いいかなと私はね、思いますね。個人的には、これね、キックナイフの新有明機械っていうナイフなんですけど、まあこのナイフ私かなり好きなんで、持ち歩くことはまあ多いんですよね、山とかで。まあサイズ感
っていうのもあります。まあ比較すると大きなサイズになるんですけど、このハンドルはね、やっぱりね、これかなり長いんですよ。このナイフ。ハンドルがね、すごく。用途としては、シーアリゲーターっていうね、モデルで、孤島奪還用だったかな。なんかそのね、文面見る限りでは。だから上陸からの奪還のような特殊なね、任務に携わる任務に向けたナイフということで作られたらしいんですけど、もうワンサイズその、用途をね、ちょっと拡大して大きいナイフがあってもね、かっこいいんじゃないかなと思うんですよね。これ結構かっこいいですし、で身幅がね少しあるので、幅をねこうねもう少し大きくしたような感じでね、こうあってもねかっこいいなと思いますが。で実はマカリさんの方には前々からナイフをお願いしてたんですよ。確かマドラーっていうね、後ろのねお尻の方にリングがこうついたモデルがあって、それをねお願いしてて、こういうバッテンがね模様がなくてブラックブレードでお願いしますっていうんだよね、依頼をしてたんですよ。でまあ時間が経って先日そのマカリさんからね連絡いただいて、ナイフの件お願いされていたっていう、私が特注でそのブラックブレードにしてほしいっていうねわがままをね言ってたんで、対応してくれるかどうかちょっとわからなかったんですけど、で連絡いただいたんですよね、ありがたいことに。ちょっと期間が経ってたんで、特段そのブラックブレードにね現在のところはこだわりはなかったんですよ。逆に見慣れたのか、マカリさんのこのバッテン、これがね忍び的なデザインというかね、私はそういう風に受けるんですけど、世を忍ぶというか、まあそういうねところもあるのかなと思ってるんですけど、かっこいいなと思って、まあこれは消さなくて入れてほしいっていうね、全然だからまあ普通常版でいいってことですよね。要は鋼材の方もちょっとね変えれないかとかいろいろ相談したんですけど、やっぱ価格の方とかの折り合いとかねいろいろあるもんですから、詰まるところを 440C のね通常モデルでいいやということで、普通のモデル在庫がねあるところから購入したっていうねところが落ち着いているわけですけど、でまあ C アリゲーターっていうのは新モデルがねあったという、ね、形ですよね。スペックいきましょう。重さの方いこうかな。259グラム。キックナイフ比較としてこれ185。236。211。だから重さ順にいくとこうだな。キックナイフの J が一番軽くてっていった形でねにはなりますね。そうですね。だから一番重い。だからそのちょっとパワーを要するような使い方にもできるかなと思って、私これね実は木もね削れちゃうんじゃないかなとちょっと思ってるんですよ。で今回これを購入したっていうのはそれもあるんですよね。だからこういうね木を削ったりは山入ったりねした際とかね、まあ護身用っていうね意味合いでも持ってはいきますけど、なんせそういうねまあ野生動物ねだけどざらにね鹿なんて普通にいますけど、まあ、なんかあった時のためにっていう風な形でね持ってはいるんですけど、まあ一応木をねこうねガシガシ削ることもねちょっと想定してるんで、ハンドルがこうね厚いんでかなりねいいかなと思ってるんですよね。だからねキックナイフの J と比べると 70g ぐらいか違いがある。だからまあ重さ的には違う。でもその厚みが全然違いますからね。こっち 6mm ありますから、こっち 4mm ぐらいだったかな。6mm です。厚みはね。ちなみに刃のはね前に行くに従って少しずつこういう風に細くなってねいってますね。先端の方だと 2.9mm だけど比較的ねブレードは前の方も厚めに作られてはいるんですよね。これ見ていただければわかると思うんですけど、比較的ね厚めに作られてはおるんですよ。ちょっと先端だけお見せしようかな。先端だけだったらね、だから同じようなねナイフで、
厚めにね作られているんですよ。完全なそのタクティカルのね目的だけではなくて、ユーティリティ的なね使い方も加味されているような作りになってますね。先端の方までブレードがねこういう風に厚くね作られております。こんな感じ。これはね良かったな。こんな感じで先の方までね結構ね厚めに作られているんですよ。他のね特化したモデルは薄いのでかなりね、だから対物に関してはちょっとね薄いため切れるは切れるんですけど、食い込むというか刺さるというかね利点はあるんですけど、物を相手にするとやっぱりねこうガツッとねいった時に曲がっちゃったりとか、そういうことがね考えられるんで、これはもうねこういう風に厚くてねいいと思いますよ。こんな感じです。で、あとグラウンド行きましょうか。ダダダッと。長さの方は260だね。260ミリです。全長長さ260、ブレードが145、有効波長が230ミリ、235、6、そのぐらいです。そんな感じのスケールになってますね。あとは身幅というか、この辺は33ミリぐらいかな。ここのデザインがね、私好き。すごくね、こう緩やかにこうね、なってて、ここ尖りすぎてないんで、こうやって指をこう当てやすいんですよね。だから特化しているモデルっていうのは、ここがギュッギュッとね、こうね、上がってて、でどうしてもそういうところが、ね、こんな感じ、こういうね。で、これはちょっとね、こういう風なね、こう前にこうね、グッとこう入れる時のこうね助けにはなる、こういう親指当て方するんでいいんですけど、それは特殊な用途なんでね、汎用的な用途としてこう物をねこうで木を切ったりとかねいう風なユーティリティ的なね用途を考えた時にこれはねいいと思いますよ。だからこうね、ここは押さえやすいというかね、こんな風なデザインに、ね、されてるので、ここであとキーをねこうバトリングまでねちょっとやろうとは思わないですけど、これスエッジがね上ついてるんで、この辺のハードがねそんな風にあるんですけど、そんな感じのね日照、そういつもね忘れがちなブレードの、状態。これはホローと思います。確かホローグラインね、ホローですね。ホローですね。こんな感じのホロー、なかなかクッとねこんな感じで撮られてる。綺麗ですよね。なかなかこうねギュッとね、だからホローグラインドっていうところにもあって、切れ味とあとは軽さに一役買ってるといったことですね。こんな感じのホローグラインドになってます。上の方スエッジのね部分は若干ホローなのかな、若干ホロー。下のねブレードほど R はきつくないんですけど、若干ホロー気味に、ね、なってると思います。ストレートかもしれない。上はスエッジ刃はホローではなくてストレートですね。ストレートについてます。とりあえず差し当たってはシーアリゲーターってねナイフの紹介でございました。またよろしくお願いいたします。それではね、また。